お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、大日本帝国陸軍の戦車部隊が、スターリン率いるソビエト連邦軍相手に激戦を交えた戦闘、ノモンハン事件を戦車戦闘の観点から解説をする。ドイツ国防軍の戦車や突撃砲の解説を延々とアップしてきたが、久方ぶりに日本軍に戻ってきたな。もともとは日本軍の戦車をメインにやってたからね。いつしかドイツ国防軍に見せられてしまったが、というわけで、大日本帝国陸軍の作戦参謀らが、竜刀を持って鶏を裂くという強い意気込みで臨んだ、ノモンハン事件の戦車戦闘について話をしていこう。見事にフラグを立てたセリフだな。なお、ドイツ国防軍の1号戦車から始まる、2号戦車、3号戦車、4号戦車、ポルシェティガー、さらにはヘッツァー駆逐戦車から4号突撃砲など、ドイツ国防軍の機構戦闘車両シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。ちなみに、日本軍の戦車シリーズの再生リストもございますので、概要欄に URL を貼っておきます。さて、第一次世界大戦での欧州戦線で近代戦を経験しなかった帝国陸軍は、艦船武官を積極的に派遣するなどして、世界の軍事潮流に遅れまいという努力はしていた。艦船武官として欧州戦線を調査し、近代戦の様相が大きく変わり始めている兆候を掴んで、このままでは帝国陸軍は時代遅れになると警鐘を鳴らした代表格は、後年の陸軍中将永田鉄山だろう。軍務局長室で白昼堂々暗殺された将軍だな。しかし、日露戦争の成功体験という、ある意味呪縛のあった帝国陸軍の上層部は、一枚岩になって機構戦力の整備の必要性を認識するという状態には至らなかったが、そのような状況にあっても、帝国陸軍は、軍用トラックや軽戦車、下方の牽引車などを徐々に整えていった。そして、虎の子とも言える帝国陸軍の戦車部隊が本格的な装備を有する外国軍隊と戦闘を交えたのが、ノモンハン事件だ。日本軍はどこと戦ったの？ソビエト連邦だ。ノモンハン事件自体の解説は詳しくしないが、機構戦に至る経緯をサクッと話しておこう。日本の傀儡国家である満州の国境では、ソビエト連邦の衛星国であるモンゴル人民共和国としばしば国境をめぐり紛争が生じていたが、この国境をめぐる争いが大規模な武力紛争、すなわち満州に駐屯する帝国陸軍と、モンゴルに駐屯するソ連軍とが激突したのが、ノモンハン事件だ。ノモンハン事件の序盤において、ソビエト連邦軍とモンゴル軍に対峙したのは、小松原師団長率いる第23師団だったんだが、同師団が機構師団としての編成がなされていたら、日本軍の戦車部隊にとって記念すべき初陣になったかもしれないが、残念ながら第23師団は、もともと後方警備のための、どちらかというと軽量級の師団だった。戦車連隊はいなかったの？戦車連隊は配備されていなかった。第23師団は、中国戦線に投入される師団数が増加の一途をたどり、関東軍に配備される師団数では対祖防衛を担当できないという関東軍の要望により、満州の警備を充実させる観点から軽武装で編成された師団だったので、当然ながら、戦車連隊が配備されてはいなかった。ただし、市長兵連隊は必須なので配備されており、当時の帝国陸軍の市長兵連隊は自動車による機械化を進めていたため、この市長兵連隊を中心に自動車は配備されていた状況ではあった。市長兵って何をするの？市長兵っていうのは、歩兵、砲兵、騎兵など帝国陸軍の兵科の一つで、食料や武器弾薬などの輸送と補給等を主に担う兵科だ。そして、ノモンハン事件で先端を開いた帝国陸軍の部隊は、第23師団から急遽派遣された、師団捜索隊を中心とする、東中佐率いる東支隊だった。この東支隊に配属となった師団捜索隊には、装甲車が少数ながら配備されていたので、機構戦につき全くの丸腰という状況ではなかった。師団捜索隊って何？戦闘石膏を遂行するための、機動偵察部隊だ。東支隊は国境線に踏み込んできたモンゴル軍を一度は退避させることに成功するも、モンゴル軍はソ連軍と迅速に反撃態勢を整え、再び国境に踏み込んできた。これに対し、東支隊は再び迎撃に出る。一説には、
東支隊には、騎兵課に所属する豆戦車である、92式重装甲車が配備されていたとのことだ。勝てたのか、騎兵課の豆戦車を擁する東支隊は、散々な結果に終わった。これは第二次世界大戦における帝国陸軍の反省点とも言うべき問題だが、ソ連軍の戦力を過小評価しており、実際には戦車などの機甲戦力を有し、兵力も上回っていたソ連軍に対し、帝国陸軍側はそれに劣る戦力で立ち向かうことになってしまった。それに加え、部隊間の無線による連携を取ることができず、だだっ広い満州の平野で、帝国陸軍の各部隊は各々が孤立して戦う状況となり、撃破される状況となった。ソ連軍の榴弾砲、火炎放射戦車などによる火力の猛攻にさらされ、包囲される形となった東支隊は、野襲などによる激しい抵抗を示した上で、壊滅してしまった。なお、この戦闘では帝国陸軍の主張兵連隊に所属する自動車なども損傷を受けていた。ソ連軍の榴弾砲にやられたか。それもあるんだが、主には歩兵の銃撃により運転席がやられたケースが多かったようだ。ノモンハン事件は、大まかに第一次戦闘と第二次戦闘に分類できるんだが、以上の第一次戦闘では帝国陸軍の戦車は登場しなかったものの、第二次戦闘では、とうとう日ソ両軍の戦車が相まみえることになる。第一次戦闘と第二次戦闘の間、両軍は睨み合った状態で時を過ごすことになるが、この間にソ連軍は、新たに派遣された指揮官のジューコフ元帥の統率のもと、綿密な反撃準備を進めていた。どんな反撃準備を？各要素があるんだが、本動画で特筆すべきは、機甲戦力の秘密裏の集結と、砲弾や弾薬の備蓄だろう。ソ連軍は、これら戦力の集結を巧妙に偽装し、帝国陸軍に悟られないよう配慮しつつ、ノモンハンにこれを集結させていった。そして、機甲戦力に加えて航空戦力も整えて準備を完成したソ連軍は、再び攻撃を開始した。日本軍はどう出たの？これに対し、現場の帝国陸軍第23師団は、東支隊の壊滅の報復に燃え、関東軍に対し徹底的な反撃に出るよう意見具申した。関東軍としては、後方警備用に新設された連度の高くない第23師団ではなく、戦歴と装備では比較にならない強さを誇る第7師団の投入を計画した。ゴールデンカムイの北鎮部隊じゃないか。しかも第7師団には虎の子の戦車連隊を配備しての投入という、万全の体制を予定していたが、関東軍司令官より第7師団の投入には NG が出た。なんで関東軍司令官の考え方としては、敵の前面に配置されている第23師団が、実力不足を理由に別の師団が迎撃に投入されるとなったら、第23師団の師団長のメンツが丸つぶれとなることを懸念したそうだ。人情派な判断だけど、戦局眼としてはどうだろうか。その結果、迎撃を担当するのは第23師団ということになり、この第23師団に、第7師団から部隊を抽出して増援させるという、ちょっと中途半端な布陣となった。北鎮部隊が真正面からソ連軍とぶつかっていたら、どうなったのか気になるところだ。第23師団に増派された第7師団の部隊の中には、第一次戦闘での反省も踏まえ、機甲戦力を充実させるために、戦車2個連隊も含まれていた。この戦車2個連隊は、臨時編成の機甲部隊として、第一戦車団を編成した。第一戦車団は戦車第3連隊と戦車第4連隊により構成されていたが、帝国陸軍がノモンハン事件に投入した戦車の代表格は、95式軽戦車だ。日本軍が最も多く生産した戦車だな。戦車の速度や量産性、さらにはコストを重視して軽量化を図った軽戦車だったので、機動力には優れるが、防御力に乏しいという側面のあった、帝国陸軍の主力戦車だ。ノモンハン事件では、3両1組で行動し、ソ連軍の T26 戦車や BT7 戦車などと激戦を交えた。さらに、帝国陸軍の初の国産戦車である89式中戦車や、その他の装甲車もノモンハン事件には投入されているが、少数ながら、当時の帝国陸軍としては新鋭戦車だった、97式中戦車も投入されている。97式中戦車は、95式軽戦車と並ぶ帝国陸軍の主力戦車であり、
その生産数は2000両を超える、まさに帝国陸軍機甲部隊の屋台骨を支えた戦車だ。帝国陸軍の戦車は装甲が薄いというイメージがどうしても存在するが、このノモンハン事件において、日ソ両軍の戦車群の中で、最も重装甲だったのはこの97式中戦車だったという指摘もある。それは意外だな。日本の戦車はどんな活躍を見せたのかな。まず、第一戦車団を構成する戦車第3連隊だが、同連隊の吉丸連隊長は97式中戦車に登場して先陣を切り、ソ連軍のこもる野砲陣地に攻撃を仕掛けた。この攻撃はソ連軍にとっては不意打ちだったこともあり、ソ連軍の野砲を複数破壊するなど、一定の戦果を上げた。さらに、戦車第4連隊は、帝国陸軍のお家芸でもあった野襲を、戦車部隊で遂行するという離れ技をやってのけた。移動の音がするだろうに、よく野襲できたな。当日の天候は雨で、それにも助けられたかもしれないが、戦車第4連隊は闇夜に乗じてソ連軍の高地陣地を襲撃した。この野襲によって不意をつかれたソ連軍は、火砲、自動車、戦車などを多数喪失することになった。しかも、訓練の連度の高い日本の戦車部隊は、次々と命中弾をソ連軍の戦車に浴びせた。また、ソ連軍の戦車はガソリンエンジンを搭載しており、これが帝国陸軍の歩兵による火炎瓶攻撃で炎上する車両が続出したが、対して帝国陸軍の戦車のうち、ディーゼルエンジンが搭載されている車両は火炎に強く、ソ連軍にとっては予想以上の防御力を発揮した。このように、初戦では戦果を上げた帝国陸軍の戦車部隊だったが、次第に戦況は泥沼の様相を呈してくる。ソ連軍はそもそも車両数や火砲数で物量戦に勝っており、訓練の連度の高い帝国陸軍の戦車部隊をもってしても、帝国陸軍の想像を上回る敵軍の対戦車砲の性能もあって、被害を受ける戦車の車両数が増えていった。さらにソ連軍は、ピアノ線の鉄条網で戦車を行動不能に追い込んだ上で砲撃を浴びせるという戦法も取り、帝国陸軍の戦車部隊の損害を増加させた。ソ連軍との激戦により、戦車の喪失車両数が20台の後半に至っても、第一戦車団は行き盛んだったが、関東軍は、第一戦車団の撤退を下令する。なんで向こうには戦車がいるのに撤退させるの？関東軍としては、今後も満州の防衛にとって重要な存在である第一戦車団を、この局地戦で完全に失うことは避けるべきと判断し、撤退させることを決断したんだ。前線の部隊は無念だったかもしれないね。戦車第3連隊は、97式中戦車に登場する吉丸連隊長が戦死するなどしていたので、戦車第4連隊も含め指揮官らは不傷武将の形だったが、第一戦車団はノモンハンの戦場から撤退を余儀なくされた。さて、以上の通り、ノモンハン事件の戦車戦闘の解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍や特別高等警察、ドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍が訓練中の雪山で世界最大級の山岳遭難事故を起こした歴史的事件、八甲田山雪中行軍遭難事件を解説した動画です。映画にもなった悲惨かつ大規模な遭難事件だな。雪山で遭難という極限下の状況で、部隊を指揮するリーダーの能力と決断力がいかに重要か、貴重な示唆を与えてくれる事件でもある。また、豪雪地帯に駐屯する部隊が豪雪に遭難した理由や、部隊が取った選択が最悪の結果を招く過程を、少し生々しいかもしれないが解説をしております。寒さと飢えが極まり、逆に暑い暑いと言いながら軍服を脱ぎ出す兵士の話が若干トラウマだ。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。